エレン。先にショートの59番から63番を見て。国王神話におけるエレンの求めた大英雄スビクタブの斬新すぎる解釈による物語の説明の続き。今回も分かりやすく新暦のキャラで解説してみる。時系列や関係性や性別が新暦と違うのでそこは理解してほしい。混乱の時代に突入したパラディとハンジは非難されるも反論の余地もない。ハンジは王政との絆を断ち切る。ハンジはリヴァイに伝達を送り助言を求める。リヴァイは妥協案を模索する約束をするがうちは真似してる場合じゃないと伝える。ハンジにはリヴァイ、ピーク、サスペンダー男、リヴァイ、ミカサ、ジャンがついていった。ところがなんだかんだで今度はリヴァイが隠れた敵と認定されてしまう。リヴァイは本来なら王家が所有すべき力を所有していたからだ。そしてリヴァイは首を切られその首はハンジの元に届いた。結果エレンはヒストリアを味方につけハンジたちとは敵対することとなった。僕はパトサシャとコニーとライナーと兄はアルミンはハンジを裏切る立場にある。サシャは道の番をしている。コニーはリヴァイの従者だからついてきているんじゃないかな。ライナーはとっくにリヴァイとミカサに殺されている。作者に愛された男ライナー・ブラウン。兄はあんま活躍しない。兄は兄のままでいいんだから。ハンジたちはリヴァイの首を持って東へ進軍した。リヴァイはファルコを養子に迎え入れる。それはリヴァイがエレンとファルコが対立することを恐れたからだった。エレンは仲間には友好的でそれ以外には排他的な性格をしていてファルコにまた復権派のために復讐する義務を持っていた。だからエレンと仲が良くなっていたリヴァイが2人を牽制するためにファルコを養子にしたのだった。でもエレンはすでに復讐よりも愛や和平の方が重要だと知っていた。何世代にもわたる血塗られた運命を断ち切りたいと思っていた。そもそもエレンとファルコは血は繋がっていなくとも義理の兄弟だったのだ。ファルコは軟禁状態に不満を持ってた。ジークが森の秘密を見に来ないかと言ったかもしれない。馬が世界を旅しないかと言ってきたかもしれない。ある時ハンジがやってきてファルコを馬に乗せて去った。ニコロのレストランに着くとハンジはファルコに呪縛を解く力を得るのに物を与えた。こうしてファルコは巨人の力を得てエレンに復讐する道が開けてしまった。進撃ではハンジさんじゃなくてコニーとニコロになっているね。ファルコは怪物の心臓を食べ動物の鳴き声が聞こえるようになった。そして安楽死計画の女神エレナと獣の巨人と進撃の巨人を目撃する。ジークがファルコに致命傷を与えようとした時ホルトが説得をした。ジークはファルコを殺さない約束をするもエレンの大義を支持するために結局ファルコと敵対してしまうこととなる。ファルコが到着するまでエレンは自分からは戦争を仕掛けず待っていた。エレンはもう争わないことを望んでいたからだった。けれども決戦は始まってしまいファルコはエレンに負ける。ファルコが小屋に隠れている時敵の馬手が抜いてきて恐怖に駆られたファルコは乳母であるローゼの巨人の力を目覚めさせた。ローゼは初代獣の巨人でありソラクトリ。平和が再び訪れエレンはヒストリアとの間に娘を設けた。ヒストリアの娘生まれちゃった。続きはショートの65番で。